こんにちは。第5回です。前回でレトロコースを除く全てのコースを攻略したので、ここからは DLC とミッションの攻略になります。最初に使うキャラはアレックス・キッド。ハンドリングが低い代わりにブーストとアクセルがどのカスタムでも高くなります。驚異の復帰力で妨害を気にせず走れますね。コースはアウトランビーチ。3周同じなので原作の方を先に紹介しますね。アウトランはセガが開発した体感ドライビングゲーム。レースをするのではなく、車を避けながらルートを選んで完走するのが目的となっています。ゲームの要素は各区間に制限時間があるため、それに間に合うように速度を出しつつ減速しないように様々な運転テクニックで走り抜ける必要があります。筐体自体の振動などによる体感はもちろん、走っているうちに変化していく背景。音楽はカーステレオから流れる曲を選んで自分で決めると、あくまでも自分で楽しくドライブするっていうのがコンセプト。一応ゲームらしい要素はあって、ルートごとにボーナスが違うので難しいステージを走り抜けるほどスコアが上がります。筐体ではスコアアタックで盛り上がりますね。また家庭用の一部の作品では様々なテクニックが求められるミッションモードもあります。私は本家シリーズは全部やったんですが、グラフィックが良くゲームバランスもいいのでおすすめです。ただ初代は移植が大量なものの、にとかつ外伝は移植機会が少なすぎることによりソフト1本あたりの値段がとんでもないことになっています。運よく1万円ぐらいで買えたらラッキーぐらいに思いましょう。主に車のライセンスが引っかかる理由で、1は途中からモデルに差し替えたんですが、2は差し替え版が未だに来ないんですよね。そろそろ来ても良いんですよ。差し替えといえば他の作品でもやって今まで移植できないゲームを移植した竜のごとくのおまけで収録とかもあったら嬉しいですね。ゲームはプレミアがつくのも納得と言えるぐらいには素晴らしい敵の作品が揃っているだけに、世代じゃない人に気軽に体験してもらえないのが本当に悔しいです。でももしかしたら移植の力が入るかもしれない話があって、実はつい最近アウトランがハリウッド映画化することが発表されたんです。これに合わせてソフトがないわけがないでしょう。2の復刻は期待できますし、映画に合わせた新作だって来てもおかしくないですよ。アウトランの未来は明るいと信じています。レイトナ2だって色々な権利があって長年無理とされていたんですが、結果一部を差し替えた形でなんと竜のごとくのおまけで稼働から25年の時を経て移植されたんです。単なるおまけのためにこんなに手間をかけるぐらいです。映画のための作品の用意を軽視するわけがありません。セガを信じましょう。ソニック・ザ・ムービー初代の時ソフトがなくて各雑誌に PS3 を買いと書かれてたって、あれは役員が違う時代なので。3周目なので走り方の解説です。道路は一般車両がいるのでぶつからないようにダッシュパネルを踏んでいきましょう。直線上に進んだ後右側に行くと浜辺を通れます。インコースなのでこちらの方がいいです。障害物が少しありますが道路側もどうせ車がいるので気にしなくていいです。B ラッシュが来たんですが、なぜか思いっきりぶつかったっぽいのにすり抜けました。何ですかねこれ。道路側にしか当たり判定ないとか。道路はここで終わりで海に行きます。モードになったらアイテムボックスの後に右側手前の方に見える船の上にトリプルブーストがあります。取ってすぐに使ってしまいましょう。その後はひたすら右に向かっていき、一番右のダッシュゾーンとかに従っていけばいいです。ゴール前のキボックスの中身はラジコンカー3つですので序盤を狙ってもいいでしょう。解説は以上です。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。ラジコンカーやったな、1位だ。イベントクリア。元気いっぱいの面白さ。必殺技はブロッケ。ボタンを押すと左右にグーを突き出して攻撃です。上の表示はチョキやパーが映ることもあるけど技は変化しません。次使うキャラはシャドウ。ソニックに近いステータスですがカスタマイズはハンドリングが少し高めになります。
マシンは今回もマーク的にガンのものみたいですね。ミッションはバーサスライバルとの競争となり、制限時間終了後か一定以上の差を一致することでこちらの勝ち、逆の条件で負けとなります。今回は全3連戦となっています。見ての通り速度に関係があるミッションでは親戚なことに自動でロケットスタートになります。苦手な人も安心ですね。基本的な戦術ですが、最初のアイテムボックスで拾ったアイテムをぶつけて相手が減速している間に逃げましょう。もちろんやられないように注意です。その後もアイテムボックスに取りに行き、たくさん妨害を用意しましょう。ただ注意してほしいことが2つあり、1つ目は決着がついた瞬間操作不能になり、次のラウンドに行くのですが、その直後持っているアイテムは持ち越せます。なので勝利時が近い時はアイテムをキープするべきです。またコースはそのまま周回するので、下手な位置にお茶まくよう置くと自分で引っかかる可能性があるので注意。アイテムを持ち越した場合は今のようにすぐにぶつけることも可能です。これができるとスムーズですね。ちなみに登場後2秒ぐらいは無敵時間があるため注意。2秒待ってから攻撃しましょう。あとちょっと速度が出れば勝ちですね。ロケットエンジンを使ってこのラウンド勝ったもいいんですが、次に攻撃できるアイテムを引ける保証もないので持ち越します。うまくいきました。ちょうどアミーゴがロケットエンジンを使った直後なのでダウンも長くこれで勝ちでしょう。とはいえアミーゴは以前説明した通りとにかく速度が落ちないんですよね。ちょっと粘られそうです。あ、まずい壁で減速が。しかしこちらにはロケット花火が3つもあるのでまだまだ反撃できますね。落ち着いていきましょう。速度が乗って一気に差がつきました。これで今度こそ勝ちでしょう。ロケット花火は活躍したくって多分関係なかったです。イベントクリア。究極の力見るがいい。新しいステッカーをゲット。必殺技はカオスブラスト。自分を中心に周囲に攻撃します。シャドウ自体の速度があるおかげでまあ使いやすい方だと思います。次使うキャラはミーユーなので使えます。性能はナイツと同じでバランスがいいです。アバターキャラに癖がないのは嬉しいですね。ミッションはブーストチャレンジ、ドリフトダッシュとかも含めた加速状態の間はタイマーが減りませんが、それ以外の時は減ってしまいます。大量に増えたダッシュパネルを使いつつコーナーはうまくドリフトでブーストを持続しましょう。早速スタート直後に飛び上がったらトリックを最低1回しておきます。着地時にブーストがかかるからですね。その先のコーナーは色が同じ方へブーストアイテムを使いましたが、これはリカバリーや苦手な箇所に取っておいていいです。石像にぶつからないように行きます。空中トリックは間に合わないのでドリフトを仕込んでおいて着地と同時に出し左側の道に乗ります。飛び上がったらとりあえず最低1回トリック。時間がギリギリになりますが焦らずにダッシュパネルを踏みつつ浮いたらトリックを挟みます。これで表示が0秒になるもののブースト中は継続するのでそのまま進めばタイムゲートで5秒増えます。モードの時のトリックは無理をせずに一応そのまま走っても間に合うようにはなっています。渦巻きの部屋はダッシュゾーンに従えば大丈夫です。最後飛び上がったらトリックを入れるのを忘れずに。一周しました。ブーストアイテムをゲットです。今度は別の場所で使いますね。そういえばゲートを通った際のタイムって残り秒数に関係なく一定数までしか回復しないのに気がつきましたか？これが重要で考え方を変えるならゲートを通るまでに何秒捨てられるかを考えてルートを組むこともできます。どうしても苦手な場合はどこで時間を使うか考えてみましょう。ブーストアイテムは上り坂で使いました。ダッシュパネルもない区間なのでここが一番無駄なく使えるでしょう。
まさかのミスで減速。しかし目の前にダッシュパネルがあり助かりました。最後は持ち時間最大3秒でいくので、これ以上ミスは許されません。そういえばたまにミーが喋ってますが、この声は誰が担当してるか知っていますか？これまたセガのゲストで佐々木智子さんが担当しています。セガの音楽担当ですね。実はチャオやヴィランの声も担当していました。任天堂キャラにセガ社員が声を当てるのはこのゲームだけです。最後は石像が多いですが、ミスしても近くにダッシュパネルがあるし、アイテムでもリカバリー可能です。これでクリアが難しい場合、ブーストのステータスが高いほど持続が長いので、ブーストが高いキャラを使いましょう。ありがとう、楽しかったよ。必殺技はソード&シールド。盾で防御しつつ周囲を攻撃です。判定微妙、連発できないと使いにくい技ですね。余談ですが BGM はオンラインマッチの待機画面の曲です。次使うキャラはレミー。ハンドリングとアクセルが高めになりやすいです。スピードかブーストは両立できず、一択となるようなカスタムが多いので、片方だけ高いステータスが欲しく、ハンドリングとアクセルが保証された方がいい場合は使えるキャラでしょう。ミッションはスプリント、速い話がタイムアタックです。ライバルとかアイテムがない状態でコースを走って規定のタイムを超えたらクリア。チャンスは3回までで、1周ごとにブーストアイテムが1回だけ使えます。エミーのステータスは先ほど話したようにタイムアタックには向いていません。まあ不向きなキャラでも達成できるということを証明するために使っています。もちろん楽に攻略したい場合はスピードとハンドリングが高いシャドウとかを使った方がいいです。当然ながら相手の記録がちゃんとショートカットを走っています。ルート選択だけでは勝てません。まず走る場所がわからない場合はついていってどこを走るかから覚えます。炎が出てないので分かりにくいですが、トリックやブーストの動きを見ると判断可能。これも覚えていきましょう。そういえばエミーのマシンはデザインがちょっと変わりましたね。バックにタイヤとかあっても変形値邪魔だからでしょうかね。正しい形ではあるのですが、レーシングシリーズでは今まで見てきたものが見れないのも寂しいですね。ゴール前ですがレースの時と同じで左のショートカットルートは行かなくていいです。今回は1周目なので、ここでアイテムの有効活用、ブーストアイテムが周回ごとに回復するので、ゴール前でドリフト解放と合わせて高レベルのブーストを出して次の周へ。インコースで洞窟に落下し始めたらトリック3回ぐらいしてしっかりブーストします。次は左に行くため無駄がないように左寄りに進みます。右側の道から飛んでトリックをしっかり、その後階段を登った後のトリックを1回は挟みます。この先の内側で通りたいのですぐにドリフトします。ダッシュパネルまでは何も考えずにインコースで、その先は砂地がダートなので踏まないぐらいの位置をキープ。ブーストの使い道はここですね。ダッシュパネルに乗って勢いを持続しましょう。最後の上り階段は1回目の飛び出しでトリック1回、2回目は無視、3回目で3回しましょう。あとはドリフトで外側に行かないようにしつつ、最後はダッシュパネルに合わせて解放。これでクリア。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。フィニッシュ。イベントクリア。必殺技はハンマースロー。正面にハンマーを投げます。誘導なし。壁にぶつかると1回だけ曲がります。射程もあんまりなくて使いにくいですね。このパート最後のキャラはアバター。 Xbox 版のみで使えるキャラですね。前作で話した通り互換モードの場合、一部のアバターパーツが反映されないためデフォルト状態になります。性能はミーと同じです。使いやすいのは嬉しいですね。ミッションはバトルレース。全プレイヤーにライフが3つあり、3回被弾したり落下するとその場で脱落。勝利条件は他のプレイヤー全員を脱落させるか、先に3周して1位でゴールすることです。3周は普通に厳しいためライフに削り切ることで攻略します。
まずはわざと遅くスタートして一番後ろをキープします。こうすることで上位同士で削り合ってくれることもあり、かなり楽になります。 CPU はどうやらプレイヤーを狙うっぽいので、できる限り視界に入らないように。ただ遠すぎると追いつけなくなる可能性もあるので、ビリビリ見えるぐらいの位置をキープしましょう。真ん中通ってますが、このルールではキボックスがないためアイスボール6個が入手できません。まあ上の道は複雑すぎてほとんど攻撃当たらないので、こっちがいいでしょう。リリースは1しかないため自爆もあると読んでとりあえず抜かして先の相手を削りに行きます。相手の体力はアイコンの色で簡単に確認できます。白が3、火が5、赤が1です。イアラに攻撃したらその後近くにいるギリースに反応したので、そのまま攻撃してくれてギリースが脱落。横にいる武蔵が1、アイアイなので決着がつくのはそう遠くはないかもしれませんね。イアラが近くに来たのでおしゃまぷよで1削る。全員体力が低いので自己狙いで後ろに戻ります。ちなみにおしゃまぷよは海外だとフグですが、まあもう散々日本版で読んだので今後もそうしときます。武蔵が何か引っかかってるっぽいので一旦放置します。イアラにとどめアイアイも1になっているので後ろから狙いましょう。先ほど言ったように真ん中はあんまり良くないのですが、まあ壁に反射するアイテムとか持ってたら自爆してくれるかもということで一応追いかけます。ラジコンカー来たので1人は倒せそう。あとはアイアイだけですね。ラジコンカーが来れば楽なんですが、残念、防御されました。次のアイテムボックスで引きに勝てばすぐ終わりますね。相手が打ってこなかったのでなんとか勝利演出と必殺技を見て終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。楽しめたらぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。必殺技は X ボール。3発のボールを発射。トーミングしませんが壁で2回ぐらい反射します。ボールがでかくて強い。性能はもちろん専用 BGM まであってミーが工夫すぎる。最後のアバターで気がついたと思いますが、日本版のボイスがあるキャラは全て紹介したため以降海外版に移ります。ということで最後は実況の三吉さんのオプションで聞ける声を聞いておきましょう。ボイスを上げ下げすると反応してくれます。海外版にこんな要素はなく日本版独自のお遊びです。今までありがとう三吉さん。また会う日まで。これでバッチリだ。自慢じゃないけど僕の声って最高。もっと上げてみようか。いいね、上がってるね。あれ逆じゃないの。ひどー。下げすぎ。聞こえなくなっちゃうよ。逆でしょ。ひどいよ。やめてくれ。仕事がなくなっちゃうよ。ダメだってば。あれ逆じゃないの。ひどくねそれ。下げすぎ。聞こえなくなっちゃうよ。